はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらの青白アグロを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、8月16日の MO チャレンジで9勝1敗で優勝を果たしていたリストですね。デッキ使用者の浜田さんは、8月10日の MO チャレンジでもほぼ同じリストで81優勝をしていて、ローグデッキでの無双2連覇ということで話題となっています。デッキの軸となっているのは前環境からあった青白アーティファクトアグロなのですが、マネドリの登場によってさらに強化されていますね。マネドリは払ったマナコスト以下の生物のコピーになるのですが、飛行を持っているのがかなり偉く、特にこのデッキにおいてはバニコーンの飛行コピーになるのがかなり強い動きになっています。バニコーンはチャンプブロックされてしまうのが弱みではあるのですが、マネドリは飛行付きのコピーとなるため、一瞬で高い打点を入れることができますね。また、鋼の視点子でバニコーンを飛ばすこともできるので、とにかくバニコーンが生き残ると一瞬で試合が決まっていきます。デッキ自体は生命ある小系での土分パターンもあり、かなり速い部類のデッキですね。他のアグロデッキと同じく一時的封鎖が刺さるデッキではあるのですが、サイドからはオセロやジャークを打ち砕く第3の道のロランなども入ってくるので、1回2回の封鎖であれば突破することも割と容易かなと思います。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。1ターン目セイレーンから動けて、バニコーンマネドリとあるのでキープしていきましょう。3マナ目までまっすぐ伸びれば、かなり速度が出るハンドですね。バリコーンマネドリもしくは生命ある小系と繋いでいきたいかなと。さあただここは土地を引かず、バリコーンから入るかもしくは、探検プラスセイレーンで行くかですが、クロック優先で行きましょう。相手は切り崩しは持っていないですね。さあゴルガリ。ゴルガリに対しては、鋼のステンシとかは結構ね、除去られにくいのですが、さあ、ただここ相手、のど首を持っている。そして土地引かず。一旦チーズトークンを扱っていきますか。このターン、生命ある小系いけたら結構ね、強かったんですが。さあ、探検をしていく。土地が欲しいですね。仕方ないので、このターンはセイレンを出していきましょう。チーズトークンをどんどんとね、出すことができるので、どこかしらで土地は引いてくるとは思いますが、さあ相手はグリッサーを出してくる。さあ土地を引きましたが、白マナが出ないですね。視点値出したら結構ね強いんですが、小系もグリッサーで止まってしまうので、マネドリでグリッサーをコピーするかもしくは、事件を出していくかという形ですね。事件解明させるより、おそらく攻めていった方がいい、展開ではありますね。地図トークン使っていきましょう。さあ、セイレーンを対象として、小系は墓地に落としていきましょう。さあ、4点アタック。残り12点まで。で、手札に、生命ある小系もあるということで、グリッサーが殴ってきた、このターンが、チャンスにはなっていきそうですね。さあ、事件を割っていく。からのドレッド。土地は引かず。マネノリコピーより多分小系出した方が良さそうな気はしますね。小系出して、殴ってスルーしたら相手9点食らうんで、相打ちを取ってくる可能性は全然ありますね。土地が引いたら、マネノリで、シェアルドレッドコピーとかでもよかったんですが。さあ、5-4出して殴っていきましょう。9点アタック。相手これを通すと残り3になって、ゲインと合わせても残り5まで削られていきますね。さあ、ここは相打ちを取るかどうか。さあ、一旦相打ちを取っていく。からの、ひよこ捜査員。ちょっとめくりは弱かったですが、シェアルドレッドと相打ち取りながらの展開ということで、悪くはないですね。相手5マナ目。そろそろビッグアクションがあるターンですね。アクロザズだけはちょっと嫌ですが、アクロザズ以外であれば全然大丈夫な、場面ではありますね。残りもうすでに7点まで
保証、うん。さあ、保証プラス、今の感じ、なんか除去を構えてそうですね。まあ、一旦殴るのが多分正解かな。殴って、まあ相手が除去を使ってくるのであれば、マネドリを出していきたいかな。さあ、飛行4点アタック。相手これ通すと残り3点になるので、まあ除去を持っているのであれば、除去を打ってきそうな感じはありますね。まあ明らかに持ってる動きではある。はい。さあ、これで、のど首を使わせることに成功したので、マネノリで、まあ、グリッサをコピーしていきますかね。グリッサをコピーすることによって、まあ、相手のクリーチャーはグリッサ以外は止まっていくと。で、こっちのグリッサは、飛行を持っているので、さあ、相手はこれはもう除去を引いてくるしかない状況ですね。さあ、動いてくる。調査員。うん。調査員は、まあ、いいでしょう。ひよっこを捨てて、まあ、盤面には影響はないですね。相手はおそらくのぞ首か、まあ、切り崩しを引かないといけないという状況ですね。なので、これはブロックした方がいいですね。ひよっこ操作員、差し出していきましょう。まあ、セロドレッドの直令だけは、これは裏目ではありますね。さあ、除去を持っているのかどうか、ターンを渡してくる。まあ、とりあえず、殴ってみましょう。相手に2マナ構えている状況ではありますが、さあ、2体でアタック。除去があるのかどうか。そのまま、これは通っていきますね。さあ、先制攻撃は解決。切り崩しがあるかどうか。さあ、こちらは、もう何もすることがないんですが、一気に削り切っていくと。GG。まあ、停止コンボは見えてないんですが、停止コンボ型と想定して、サイドボーディングしていきましょう。まあ、ロランと、ジャークを打ち砕くは、とりあえず無条件で入れて OK かなと。あとはウセロは入れるかどうかぐらいですね。スクナ戦はまあ、先手カードということで抜いていきましょう。うん。まあ、あと抜くとしたら1マナ域かな。事件でも抜いていきますかね。うん。これでいきましょう。さあ、1歩目勝って2試合目。悪くはないですが、管理人からのマネ取りはちょっと弱い、動きではありますね。2ターン目に何か別のカードが引けるといいですが。さあ、ただここも邪悪を打ち砕く。まあ、相手が荒馬とかね、出してきてくれると、マネ取りでコピーしていきたい感じではありますが。さあ、ただここは停止の才能を。ただバニコーン引いてきましたね。これはまあ、バニコーン出しますか。一応このターンはその切り崩しがまだ当たるパワータフネスにはなっていくんですが、まあ、ただマネノリを出すよりはバニコーンを出した方が、いいかなという感じではありますね。さあ、除去がやや多めのハンドではありますが、保証、うん。さあ、保証が4号まで育っていく。土地は引かず。一旦マネ取り出してもいい気はしますね。マネ取り出して、バニコーンコピーしてからの管理人で土地を探したいかな。さあ、コピーからの管理人の能力を起動していく。うん。レックスはトップに置いていきましょう。まあ、土地がね、やや、少ないデッキということで、まあ、1ゲーム目もそうでしたけど、土地が集まることは、まあ、割とありますね。最で地図トークンを起動。停止の才能は墓地に落としていく。うん。さあ、まあ、だいぶでかくなってきましたね。6、7。からのリリアナ。まあ、マイナスですかね、これは。まあ、マイナスされたとしたら管理人を落としていきますが、まあ、バニコーンのサイズがね、ちょっとだけ下がっていきますね。さあ、このターンどうするか。まあ、マネ取りでバニコーン3体目も全然 OK ですね。事件プラスマネ取り。
時点でパーマネント数が2つが過ぎるので、はい、これでさらにでかくなっていきますね。バニコーンは1体あたり、まあ55になっていくと。正直リディアナは放置してもいい気はしますね。うん。さあ、プレイヤーに5点を入れていく。あと、パーマネントを稼げればね、次のターンに倒していくっていう可能性もね、全然ありますね。さあ、プラスは、まあ、さすがに問答9個の時点で良さそうですね。まあ、コウモリに対しては、事件も聞いていきますが、さあ、相手はミレックスを捨てていく。うん、リディアナ張り替え。張り替えて、まあ、マイナスですかね。さあ、バニコーンのサイズが下がっていっている状況ではありますが、まあ、ただ飛行発展クロックは、まだありますね。まあ、そろそろ保証がでかいので、倒す必要はありそうですね。さあ、7点入って残り7点まで。相手は、ハンドは残り1枚だけ。さあ、5砲がついていく。さらに地図トークンを起動。コケモリは、まあさすがに。ステンシは、まあ1ゲーム目と同じく、白のダブシンが出ないですね。まあ打ち砕く一旦、保証に打っていきますか。まあこれはメインで打って OK ですね。さあ5砲分も払って、ここは倒していく。でまあリディアナは、相手マイナスから入っているので、ここはもうスルーして、プレイヤーでいいかなと思います。さあ8点通って、残り6点まで。まあライフがね、結構削れてはいるんですけど、視点子が出せればね、ハンコンでゲインすることもできるということで、さあこれは勝ち確ですね。まあ飛行クロックはなんだかんだ、ゴルガリに対してはかなり強いということで、さあ次のターンには8点削り切っていくことができますね。さあここで投了と。オーケー。さあやっていきます。こちら5手。悪くないですね。ひよっこ捜査員からのバニコーン、マネノリと入っていくことができると。あとは3マナ目、が引けるかどうか。お、相手アグロですね。先手の、まあ赤ターンもしくはグルールに対して、どこまで対抗することができるか。まずはひよっこから出していきましょう。さあ、視点子2枚目を引いてきてはいるのですが、まあ白マナを引けるかどうか。相手グルールですね。はい。まあこれはスルーしていきましょう。さあ、1点入って残り18まで構えてくる。うん。まあ、ドルイドがあるのか、もしくは火力があるのかですね。さあ、1点入れていきましょう。まあ、バニコーンは3-3のため、どうでしょう。バニコーンが生き残って、こっちのターンに回ってきたら、まあ、大体いけそうな気がしますね。剥がれの視点子が出せればという感じではありますが。まあ、グルールがバニコーンを倒そうとすると、まあ、ライトニングストライクとか5点火力じゃないと倒せないですね。さあ、ここはショックを打ってくる。さあ、ただこれでバニコーンのサイズも下がって、もう1枚ショックがあるのかどうか。ショックは、まあ、あったらこのダメージ通る前に打ってるんで、ショックは持ってないですね。さあ、ここも構えてくる。まあ、これもドルイド構えっぽい感じはありますが、まあ、3点火力だと嫌なので、送迎からいきましょう。視点子出してね、3点火力で焼かれるっていうのが、一番、まあ、寒い流れではありますね。さあ、8点アタック、通っていくのかどうか。まあ、アグロに対しても、十分なクロックですね。3ターン目に5-4が殴ってくると。さあ、残り11点まで。さあ、ここはドルイドをキャスト。相手、さっきの構え方からすると、まあ、おそらくジュゴン付与系のカードを構えてたっていう感じですね、これは。さあ、1点通っていきますが、マネドリもいいけど、まあ、
テンスで飛行クロック通していきましょう。まあ、もしくはハンコンでもいいですけどね。さあ、ステンス出て、まあ、生命ある小系の方にハンコンかな。相手止まってきてますが、まあ、火力、ライトニングストライクはなさそうですね。さあ、5-4クリーチャーを、ハンコンつけて殴っていく。まあ、どっちにしろその、1体はね、ドルイドでブロックされるということで、であれば、ハンコンつけた方がいいかなと。ただ、ここスルー。なるほど。さあ、5点ゲインして残り20点まで回復していく。さすがに投与ですね。GG。最低グルールアグロなんですが、まあ、例によってスクーナー戦抜いて、ウセロは欲しいですかね。ウセロプラス、まあ、ボディーガードの方が通りやすいかな、状況としては。うん。まあ、こんな感じで行ってみましょう。さあ、1本目勝って2試合目。グルール相手にバニコンスタートがめちゃくちゃ弱いんで、さすがにマリガンしましょう。うん。まあでもこれでもさっきのハンドルよりはマシですね。まあダブマにするかどうかですが、まあ自分はキープしてみたいかなと。まあ一応1ターン目にクリーチャー出していけるんで、まあとりあえずね、チャンプブロッカーを用意することはできますね。最低1ターン目悩んでくる。まあおそらくクリーチャー何種類かあったっていう感じですね。まあ1ターン目進化の英雄は正直かなりきついですね。進化の英雄から入っての、土分パターンはね、本当にめちゃくちゃ早いんで。はい。最低ただここは2マナを使って、でかくしてくる。さあ、3-3。さあ、マネノリも引いてきましたが、まあ、ここは一旦バニコーンからいきますかね。バニコーン出して、バニコーンが除去られなかった場合は、次のターンにセイレンプラスマネノリで、バニコーンがね、どんどんとでかくなっていきますね。まあ、ワンチャン差し切れる可能性もあるんで、全然そこまで諦める必要はない場面ではあるかなと。最低ここは顔面村を起動。うん。さあ、残り12。ただ、相手スペルはどうだろう。そんなになさそうな気はしますね。はい。止まってこないので、1マナのインスタントもない、状況ではありますね。さあ、さらにバニコーンをコピーして、66飛行が出ていく。まあ、ただ次のターンは、ブロックする必要がありますね。通したら死ぬ可能性があるんで。最低ここも顔面村を起動。まあ、ダブルブロックですね、これは。投げ飛ばしとかもある可能性がある。あ、ただ、目立つたがり。これ相手殴れないですね。殴った場合は、まあ、こちらリーサルがあるので、ただ、ここはもう、諦めのアタックですね。まあ、1体ブロックして、まあ、そのままフルパンで勝っていくことができると。うん。これ投了と。GG。さあ、やっていきます。こちら5手。うん。まあ、1ターン目タップインにはなりますが、全然キープしていいハンドですね。最低青赤ランドからスタート。青赤は、なんでしょうね。青赤果敢とかはありますが、最低圧巻からスタート。マナ加速をしていく。うん。まあ、ちょっと相手のデッキがまだ、わからない状況ではありますが、まあ、一旦管理人から、土地を探していきたいですね。はい。さあ、島は、トップに置いていきましょう。これでまあ次のターン、バニコーンが、めちゃくちゃでかくなっていきますね。さあ、相手4マナある状況。なるほど。ドラゴンデッキですね。殴ったら、ドラゴンを手札に加えれるやつ。そしてドラコを引いていく。なるほど。ドラコはでかいですが、まあただドラコよりもでかい生物を作れば OK なので、まあとりあえずバニコーン出しますか。で、マネノリは、
X0 で唱えてもいいですね。セレンをコピーすることによって、パーマネント数を2つ稼げるので、さあまずはバニコンを66までで隠していく。視点子は、白マナがないので、ボトムですね。で、これで次のターン、バニコーン、さらにコピーで、ドラコよりもでかい飛行生物を作ることができますね。ただ除去自体はないので、ドラコを場に残しながら、相手のライフをね、削っていく必要がありますね。さあ、相手、トゲセの、恐怖を計画していく。相手、イゼットドラゴンですね。ランクまで、このデッキは初めて当たりますね。さあ、ただ相手これ殴れない状況。ということで、このターンはさらにパーマネント数を稼いで、さらにマネ取りで、バニコンをどんどんとでかくしていきましょう。視点子はボトム。さあ、さらに、バニコンをコピーしていく。さあ、これで、救急飛行ですね。でかすぎる。さあ、ということで、もう殴れるとこは全部殴っていきましょう。管理人ももう、飛行を持ってますね。さあ、1体ジャンプして残り10点まで。相手これ次のターン、ドラコ出してきたとしてもバニコーンが、バカでかいということで、ドラコでチャンプしないといけないという、謎な状況になっていきますね。さあ、飛行クリーチャー2体並べてきますが、さらにマネドリを引いていく。バニコンが11、11。さらに、はい、さすがにですね。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。